今日は日本のお正月に食べる健康的な七草貝をご紹介しましょう。日本では春の七草を使いますが、パラグアイで入手できる食材で作ってみたいと思います。今日は七草貝の材料をパラグアイで集めるためにアグロショッピングにやってまいりました。適当に選んで買いました。ざーっと大雨が降っています。セロリ、アセルガ、チャード、普段草とも日本語では言います。パセリ、神戸、青汁とかに使われる系譜ですね。ネギ、ラディッシュ、塚大根ですね。ブロッコリー、ルッコラも買ったつもりでしたが、注文し損なったのか入ってなかったので、その分家のおかず用に買ったブロッコリーを入れることにしました。野菜を水で洗いましょう。おかゆは炊いたご飯を使っても良いですが、お米から作ってみましょう。まずお米を研いで洗います。この研いだ水はバケツに取っておいて、庭で育てている果物の木や野菜たちにあげます。水の量はお好みでお米のだいたい5倍から7倍くらいを目安としてください。火をつけます。同時に野菜を煮るためのお湯も沸かしています。野菜は食べやすい大きさにそれぞれ刻んでおきます。実は日本で1月7日に食べられる七草貝は聖書に由来するとも言われています。そんな遠い国で書かれた聖書は日本と関係があるなんてと思いますが、実は聖書と日本の文化の共通点はイスラエルでも研究されているのですね。その内容を話し出すと何時間あっても足りないので、七草貝の話だけにしたいと思います。出エジプトを記念として正月に煮仮名を食べるようにと出エジプト記12章に記されています。有名な実会の映画ですね。それが日本まで伝わって文化として残っているという説です。世界は広くてもシルクロードなど文化がつながっているのですから、考えられない話ではありません。七草貝は奈良時代8世紀頃、中国から日本に伝わり、江戸時代に庶民にも広まりました。一方、聖書では煮仮名を食べることはエジプトの奴隷から助けられ、荒野で神様に養われた時代を後世まで忘れないようにするため、今から3000年以上昔に定められた正月の決まり事でした。それがアジア大陸を通して日本へ伝わり、苦みのある草類にはビタミンやミネラルが含まれ、それを食べることで健康が守られるという意味に変化し、正月の習慣になったのではないかと推測します。いずれにしても神様から与えられた恵みに感謝するという点は同じでしょうから、そのような意味を持って七草貝を味わいたいと思いますね。日本では春の七草、セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴菜、鈴代が七草貝の定番とされています。箱べもうちの庭に生えていますが、今回はパラグアイの市場で入手しやすいもので作るということで使いませんでした。七草貝といっても時代や地方によって異なり、それぞれの入手しやすい食材で風習が守られてきたので、7種類である必要もないですし、
その種類もそれぞれの地で入手できる食材で構わないでしょう。7という数字は聖書でも完全数を表します。今回は視聴者様からのリクエストでもあり、パラグアイの市場で入手できるもの7種類を集め、七草貝を再現してみました。でも聖書に起源があるとすれば、それはそれで合っていますし、別に7種類でなくても構わないのですね。ぜひ皆様も七草貝の意味、恵みを感じながら味わってみてください。野菜はおかゆの出来上がる少し前に一緒に入れても良いのですが、今日は別に茹でましょう。焦げつかないように沸騰したら1回しゃもじでそこから混ぜます。蓋を少しずらしておきます。40分から60分くらい炊きます。ちょうど良い柔らかさになったら出します。お米が柔らかくなったら塩で味付けして完成です。だし汁や味噌や醤油などで美味しく味付けしても良いのですが、聖書本来の意味からすれば簡素に荒野での生活を思い浮かべながら食べる方が良いでしょう。年末パーティーなどでごちそうを食べ過ぎたお腹にも優しいと思います。お茶碗にお粥をついで、茹でた野菜を上にのせます。ブロッコリー、青菜類混ざってしまってどれがどれだか分からなくなっちゃいましたね。ラディッシュ、先ほどのザーザー降りの大雨が嘘のように晴れ、庭に飛んでくる小鳥たちの鳴き声が聞こえています。ネギ、ではいただきます。美味しいですね。ご飯を食べられることの恵みを感謝しつつじっくり味わいましょう。古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネル、サブチャンネルもあります。ぜひチャンネル登録と評価ボタンで応援よろしくお願いいたします。またこのチャンネルを続けていくために月額49セントのメンバーシップやライブプレミア上映時の投げ銭で経済的援助もしていただけると嬉しいです。ではまた、ノスベモス、チャウチャウ。